動画の概要、本動画は認知に関するテーマを中心にざっくり視点で眺めていく動画になります。専門性よりも平易な表現を主に用います。はてなちゃんと予測処理パート2。前回せっかく予測処理の話をしたし、ちょっくら反証ごっこしてみるか、お姉さん。反証。さっきまでのお話にイチャモンつけちゃうってこと？イチャモン、まあ実際そうなっている場面は多いんだが、今回はその理論が実際に使える範囲を見定めるっていう本来の反証可能性で見ていこう。大人の世界はめんどくせえからな。より良いものを作るための科学哲学だが、相手を潰す建前に使われてるのも事実だ。まあ私はキッズだから知ったこっちゃねえけどな。集団の生存がかかってるんでもなければ、議論を勝ち負けと思ってるやつは会話にならねえし。まあ勝ち負けというのも悪くないさ。多くの試合に勝ち進んだということは、それは新たな定石になりうるってことだし。ただ将棋なんかと違い、科学界隈にはルールがあるようでないし、派閥がルールでもある。だから純粋な腕比べではなく、権威闘争に発展しちまうんだ。だから戦争と同じで、負けた理論はその先にあるかもしれない。科学の未来を失うことでもある。まあつまんねえ話はやめとくか。それよか予測処理に対する反証だ。つうわけで、どうやったら予測処理をぶっ倒せるか。それはズバリ事故が起こる条件探しだ。なんだか難しいお話の後にやっぱり物騒なことを言い出したね。わかりやすいからな。大事なのは上辺の表現じゃねえ。前提を共有してるかだ。例えばどんなことが思い浮かぶ？事故じゃなくて価値が下がる場合でもいいぞ。予測処理くんは予想外ほど反応が強いんだよね。じゃあ予想通りだったのに反応ビッグ。これってありえそうじゃない？悪かねえな。実際その考えは PP の中核である PC には結構クリティカルヒットだ。念のため説明しよう。PP とは予測処理全体を指し、PC とはその中のより具体的な処理のことだ。予測と誤差を比較して反応の起点になるぞ。なお PC は予測符号化仮説だ。ちなみに基本理論のままの反応を単純形とか線形反応とも言うな。お姉さんが今言ったのは非線形反応ってことだ。お姉さんが予想通りだけど反応ビッグって例えばどういう時だと感じる？そうだね。ちゃんとレシピ通りにお料理したらすごくおいしいとか、逆にやっぱりこんなもんかってちょっとつまんない時もあるよね。なるほど。今のはとてもわかりやすい例だな。実は少なく見積もって3つくらい別の処理が走ってる。予測処理と期待刺激と反復抑制だな。これらは同時に起こり得るんだ。反応ってのは全部が混ざり合った結果であって、どれが一つの仕組みの答えはそうそう教えてくれないもんだ。まずは現場の作業員レベルの話、つまり予測符号化 PC への反証から攻めよう。こいつは予測通りなら脳は反応しないという具体的な回路図を提案している。 PC の理屈だと予測と現実が一致したら誤差ゼロ、報告事項なしで脳はシーンと静まり返るはずなんだよ。期待抑制ってやつだな。でも大好きなカレーが来るって分かってて、カレーが出てきたらわーいってなるよ。脳内お祭り騒ぎだよ。まさにそこが反証ポイントだ。予測通りなのに反応がでかい。これを期待反応とも言うが、これが起きると
PC 君は冷や汗をかくことになる。もちろん飽きて反応が減るもあるが、条件を整えても予想通りの方が反応が大きいなら誤差だけを報告するという PC の設計図は修正が必要になるな。ちなみに脳が飽きることを反復抑制とも言うぞ。なるほど。予想通り成果とは限らない。現場の PC くん、いきなりピンチだね。そこで出てくるのが管理職である予測処理 PP だ。こいつは現場の矛盾をカバーする鶴の一声を持ってる。鶴の一声、まあまあこれくらいええやろとか。少し違うな。フォローというよりは正当化に近い。今回はここが重要だからあえてルールと違う反応をさせたのだという理屈を展開してくるんだ。ちなみにこれを精度プレシションとも言うぞ。注意力の向け方といえば分かりやすいかもな。これな、一見すごそうだけど反証ごっこにおいてはズルになりかねねえんだわ。予想外れたら想定外でした誤差、予想当たったのに反応したら重要でした精度。そんな都合のいいことばかり言うやつ信用できねえだろ。これが科学で反証が大事な理由でもある。なるほど。後出しじゃんけんだもんね。私が外れたんじゃない、星回りが悪かったのですっていう占い師さんと同じ手口。占いの文化的存在意義を否定はしないし、それでメンタルが回復する人がいるのも事実だが、誤りの正当化は解決も改善も生まねえ、ただの言い訳ってことだ。占い師でも外れる場合の指針も事前に丁寧に解くやつはまあ誠実な相談役だと言える。だから PP への反証で大事なのは何でも精度のせいにするなと釘を刺すことだ。どういう時に精度が上がるかを先に決めないと科学じゃなくて言い訳になっちまう。 PC は反応の大きさでボロが出る。 PP は言い訳の矛盾でボロが出る。攻め方が違うってのが反証でのキーポイントの一つだな。なんとなくわかったけど、お料理で例えるとどんな感じなのかな。お砂糖と間違えてお塩をドバーって入れちゃった時とか。そうだな。まず一口食べた瞬間、舌、入力は甘いを予測してるのに、実際はしょっぱいが来る。現場の PC 君は緊急事態発生って絶叫状態だ。ここまでは単純な誤差の話だな。だが問題はその後だ。脳はその失敗をどう処理するか会議を始める。ここで登場するのが管理職である予測処理 PP だ。こいつが現場の矛盾をカバーするために精度の違いと鶴の一声を発するんだ。失敗をなかったことにしてくれるの？おいしくなーれって。そうとも言えるが、事実のねじ曲げにも近いな。例えばこれは失敗ではない、塩キャラメル風の新しい味への挑戦なのだと予測モデルの方を書き換えたりな。あるいは今の味覚はノイズ、体調不良だから気にすんなとして誤差情報の重要度、精度を下げて握りつぶす。どうとでも言い訳できるだろ。ああ、ずるい。後からわざとでしたとか、味覚がおかしいだけでしたって言えちゃうんだ。そう、それが PP の弱点。後出しじゃんけんで何でも説明できてしまう。科学で一番やっちゃいけない無敵の占い師状態になりやすいんだ。ただしああ、科学界としちゃルール違反だが、飛躍やこじつけが新たな発見を生むってのも科学の事実だ。だから個人的には言い訳を悪いとは思わない。
結局理論は使うやつが主体であり道具だからな。後世大事に守るべきなんかじゃねえし、共有は所詮ただの手段だ。ふーむ、ルール違反と絶対ダメは違うんだね。あ、だからか。反証は相手を消滅させるためじゃないって最初に言ってたもんね。ところで気になったんだけど、予測の一番初めってどこから来るの？例えば何も知らない赤ちゃんじゃ、次を予測するための経験データがないよね。そうだな。いきなり社会に放り出されたら人間なんてあっという間にイチコロだ。だが安心しろ。人間は空っぽで産み落とされるわけじゃない。数億年の進化の中で獲得した生まれながらの機能がある。お腹が開くのはやばい。でかい音は怖い。人の顔っぽいものは見る。とかな。あ、そっか。生まれた時からお腹すいたって泣けるもんね。あれは教わったわけじゃないんだ。厳密に言えば赤ん坊は自分が腹が減っていることは明確には意識できてね。不快感に対して声を上げたら世界は変わるかという最も簡単な実験行為なんだ。そして人間、特に母親には自分と同じ遺伝子を持つ個体を大事にする傾向がある。これも遺伝子が獲得した機能だな。だから赤ん坊から見たら泣いたらなんか知らんやつが来て不快を取り除いてくれるって構造が存在する。この泣く、助かるの成功体験が人生で一番最初の確固たる予測モデルになる。ついでに保護者って概念もここで形成される。ちなみに胎児の時に聞いてた心音やらホルモン臭やらで母親を認知する可能性もささやかれちゃいるが、赤ん坊にとっちゃそんなものより反応結果の方が重要みたいだぞ。赤ちゃんですらすでにそんなシビアに世界を見てるんだ。はてなちゃんはその年でシビアすぎるけど、そんだけ優秀な PP や PC がちゃんと働いているなら交通事故とかって起こらない気がするけど、起こるんだよね。自分が事故に遭ったり事故を起こさない限り非日常だからな。観測機会すらレアだろ。自分は大丈夫じゃなくて、そもそも脳にとって交通事故はファンタジーなんだよ。狩猟採集時代からの機能だしな。時速何十キロで動く鉄の塊には対応してねえんだわ。昔の人類にとっていつもと同じは楽をする日常ではなく安堵する貴重な空間だったはずだ。進化生物学的に考えると、ズレを見つける機能ではなく同じを見つける機能だったとも考えることも可能だな。同じイコール安全、違うイコール危険ってな。現代と1万年前じゃ空間の再現性が違いすぎるからな。まあ少なくとも進化論では脳が楽をするためじゃねえはずだ。現代ではたまたまそういう風に見えているだけだな。結果的に楽をできるようになって知能が発達したとかあるのかな。狩猟採集時代はそうもいかなかったから。脳の構造は狩猟時代と大差なくても後付けで使い方が分かって進歩した。なくはない考えだな。文明による安全の外部化で脳の認知機能が拡張されたとも言える。仮説テーマとしちゃありだな。 PP への反証は PC へのそれと基本は同じだが、より広い範囲を捉える必要がある。なんせ注意力の個人差にほとんど吸収されてしまうからな。まあコア処理である PC には反証ができる。とりあえず今回はこんなもんでいいんじゃないか。ダークルーム問題まで触りたくないしな。ダークルーム、真っ暗い部屋問題？じゃ軽くな、軽く。脳は予測誤差が少ないほど楽だってなら変化のない空間に止まり続けるんじゃねって理論だ。
だが実際には人は隔離空間にずっといると精神が病んじまうのは散々実証されてきてるな。いろいろ説はあるが、予測が予測のままでは不安が積もる一方ってのが分かりやすい考えだな。ノイズのない空間ってことは資源の流動もないということだからな。将来という時間軸への対応ができなくなるんだ。知的好奇心って実はノイズ探しなのかもね。一方でノイズだらけの空間において人は探索をするのか、行動が抑制されるのか、そこも研究対象だ。あれれ、でもダークルーム問題があるなら、実は同じを見つける機能だった説ってやっぱり違うってことじゃ。最終的に発生する感情はいろんな機能の複合だ。安全が続くことを脳が無条件に喜ぶとは限らない。それは反復抑制や期待抑制で説明したな。予測が当たるってのをあたしらはポジティブに捉えがちだけど、脳にとっては話が別ってことだな。言語化能力の弊害とも言える。というわけで1号、とりあえずまとめてくれ。了解しました、マスター。そういえばマスター呼びされるのはてなちゃんだけだね。学転則シリーズ作ったのあたしだからな。G に頼まれてな。マスター呼び押し込んだ覚えはねえから、どっかで学習してきちまったんだろう。予測処理理論の反証可能性初級編。1、予測符号化 DC での反証。 DC は予測通りなら誤差信号は減る、期待抑制という具体的な回路設計を提案しています。反証条件。予測通りであるにもかかわらず神経反応が一貫して増大する、非対反応非線形反応。2、予測処理 PP での反証。 PP は精度、プレシジョンという変数を持ち、エラーの重要度を調整できます。これは強力な説明力を持つ反面、後出しじゃんけんになりやすい性質があります。反証条件。精度の変化、注意の向け方などを事前に定義した上で、それでも説明できない行動や知覚の歪みが観測されること。何でも精度のせいにする姿勢は理論の強度を下げます。3、ダークルーム問題、ザ・ダークルームプログレム。誤差を最小化するだけなら、刺激のない暗室に止まるのが最適ではないか、という批判。これに対し、自由エネルギー原理、FEP などの上位理論では、長期的な生存のために情報を探索する価値や、身体的向上性、お腹が開くなどの維持が含まれるため、部屋を出ると説明します。ここからは本編のベースとなるサマリー解説になります。テーマ選定。前回の予測処理 PP と予測符号化 DC レポートを反証可能性の観点から再分析し、どんな観測が出たら PPPC が少なくとも特定形では間違いと言えるかを具体化する。テーマ前提。 PP 広い研究プログラムと PC より具体的アルゴリズム仮説は反証の流度が違います。反証可能性を作るには、まず何を主張している PPPC かを狭める必要がある。スコープが広いほど逃げ道が増える
反証は理論そのものだけでなく、理論補助仮説、実験操作、測定モデル、解析をセットで行われる。ここを曖昧にすると反証不能っぽさが増す。これは科学哲学の基本的注意点。テーマ、反証可能性サマリー。 PP と PC を反証できる形に切り出すには、1、まず反証単位を決める。 PPvs-PC-vs-FEP 同じ予測系でも反証のしやすさが異なる。1、PC 予測誤差を明示的にやり取りする回路信号仮説。比較的反証しやすい。レイヤー層、方向性、周波数帯、符号度、実装コミットがある。2、PP 知覚行為を予測誤差精度で説明する統一枠組み。中程度行動や知覚バイアスの予測は出せるが、代替理論、適用、効率符号化、注意モデル等も似た予測を出し得る。3、DEF-EP 自由エネルギー原理、非常に上位の原理。反証は最難関係式が抽象的で、観測へ落とすには多くの補助仮説がいる。ダークルーム問題などスコープ層点が起きやすい。2、PC 予測符号化の反証可能性。どんなデータが刺さるか。 2.1 反証ターゲット1、期待される刺激ほど反応が小さい期待抑制の方向性。バニラックプの直感は予測が当たるほど誤差が減り応答が小さくなると言える。反証候補強い、期待される刺激の方が一貫して大きい誘発応答を生む。しかも注意、課題、慣れなどの項落を潰した上で、この種の逆方向データをボーマンらは PC の反証可能性議論の中心に据えている。重要点、反発の逆転ではなく条件を変えても再現し、代替説明、注意増大、報酬期待、課題関連性を排した上で成り立つと PC の特定形はかなりしくなる。 2.2 反証ターゲットに期待抑制が適応、アダプテーション、反復抑制 RS で説明できてしまう問題。 PC は期待抑制 RS を期待が増えるから誤差が減ると説明しがちだが、実際には RS と予測誤差、期待違反の効果が分離されるデータが存在する。さらに、期待抑制そのものの実証が状況依存で一貫しないというレビューも存在。反証候補 RS が出ているのに期待操作の効果が出ない、あるいは逆転するが眼見に再現される。期待抑制とされてきた現象が設計を厳密化すると、刺激確率学習、注意、タスク関連性の統制後に消える。これは PC が完全否定ではなく、少なくと期待抑制 PC のサインという強い主張が反証可能。 2.3 反証ターゲット3層、レイヤー、方向性、リズムの実装コミット。 PC はしばしば上位予測はフィードバック、誤差はフィードフォワード、そうで役割が分かれるといった実装像を伴う。近年はラミナー fMRI などで予測と誤差がそうで分かれる方向の報告が増加。これは PP および PC 機能の一貫性への反証となり得る。反証候補厳密な総解析で PC が想定する誤差信号が
主に特定層特定方向に乗るというパターンが眼見に出ない。もしくは逆パターンが再現される。悪い波操作が見えても、それが血管由来、解析アーチファクト等で説明され、神経実相として指示できない。個の種の方法論的論点自体が反証可能性の条件となる。3. PP 予測処理全体の反証可能性。どうやって逃げ道を塞ぐか。PP は枠組みが広いので、反証可能にするには、経験的コミットを明文化する必要がある。はまさにその点、PP はテスタブをアバストと論じている。3.1 反証しやすい行動レベルコミット例。コミット例 A、精度、プレシジョン、注意、アテンションの計算的役割。PP がよく主張するのは、注意は誤差の精度もみ付けの制御であるという構造である。これに対して反証していく。反証候補。注意操作が予測誤差の重み付けではなく、別のメカニズム、単なるゲーン、選択的サンプリング等でよりよく説明され、精度概念が予測改善に寄与しないことが積み上がる。コミット例 B、予測、事前を操作すると知覚が系統的に歪む。PP 流に反証可能にするならば、どの条件でどの方向に、不確実性、精度を変えると効果量が同変、悪か、まで、数理化して、他モデル、信号検出ドリフト拡散適用モデルと比較する。反証候補。精度を操作したはずの条件で、PP が予測する相互作用、前提精度が一貫して出ない。あるいは別モデルが一貫して優位となる。3.2 万能化への歯止め。反証可能性を落とす典型パターン。何でも、精度のせい、上位の事前が違ったで回収できる。予測誤差の符号、経路、時間窓の指定が曖昧。そうなると反証不能度合いが増加。ボーマンらは PC が反証不能なら問題だが、反証パターンは存在すると論ずる。ただしこれは科学理念上の性格が強く、機能的問題とは異なる。4. ダークルーム問題と FEP 概念論争を実験に落とす。ダークルーム問題は誤差最小化なら刺激のない部屋にこもればよいのではという挑戦で PP の目的関数の解釈を揺さぶることが可能。これに対し FEP アクティブインファレンス側は短期の誤差最小化ではなく、気体自由エネルギーの最小化には情報獲得が入る、と応答。反証候補、予測、FEP 系。不確実性が高く、情報獲得価値が高い状況では、エージェントは刺激を避けるよりも探索する行動を選ぶ、長期地平。情報獲得価値を上げる操作、同じ外的報酬でも、未知性だけ増やすと、押しても、探索が増えず、むしろ、可予測性の高い対比行動が眼見に優勢になる。しかも多要因で説明できない。5. まとめ、PPPC を反証可能にするチェックリスト。スコープを明示、PC 実装仮説なのか、PP 枠組みなのか、FEP 原理なのか。大体説明を先に列挙、適用、法律符号化、注意ゲー、学習効果、と、区別できる予測、交互作用、相、時間、符号を提示。
干渉パターンを事前登録レベルで定義。例、非対刺激の方が一貫して大応答。例、非対抑制が統制後に消える逆転する。例、そう、方向性コミットが出ない逆転。考察脳は、間違い直し、正解探し、本編で提示された進化的視点による仮説の整理。通常、予測処理は、ズレ、誤差を減らす、というネガティブ、フィードバックの側面で語られます。しかし、狩猟採集時代の環境を考慮すると、別の側面が見えてくる。仮説、一致の気球、シーキングコンシステンシー。過酷な環境下において、予測通り、いつも通り、であることは、退屈ではなく、安全を意味していた。脳は本来、世界の中に、自分が知っている安全なパターン、一致を見つけ出し、そこに止まろうとする装置として発達した可能性がある。この視点に立てば、ダークルーム問い、他へも別の解釈が可能となる。何も起きない暗室は、短期的には誤差ゼロであるが、群れで生活し、食事をする、という生物としての、いつも通りの生存パターン、一致からは、致命的に外れている。故に脳は、暗室に止まることを、生存レベルでの巨大な予測誤差、危険、と判定し、探索行動に出ると考えられる。予測処理に限らず認知機能を扱う場合、脳が何を最小化したいのか、誤差か、不確実性か、そして生物として何を最大化したいのか、生存か、適応か、この両輪で見ることが重要となる。参考文献。視覚野における予測符号化需要野外効果に対する機能的解釈。いわゆる標準的な予測符号化バニラ PC を提案した記念碑的論文。上位層からのフィードバックが予測を、下位層からのフィードフォワードが予測誤差を伝達するという階層的神経回路モデルを提示した。予測符号化は反証可能か。予測符号化は何でも説明できるため反証不可能ではないかという懸念に対し、具体的な反証条件、例、期待された刺激の方が一貫して大きな反応を示す反予測的パターンなどを提示し、理論の科学的健全性を擁護、整理した。検証可能か、さもなくば破綻か予測処理にとっての理論的教訓。予測処理、TP があまりに包括的な枠組みになりすぎていることを批判。科学的理論として成立するためには、難をありえないとするか、経験的コミットメントを明文化すべきだと主張。心理学、神経科学におけるベージアンのなぜなぜ物語。ベーズ的アプローチ、予測処理含むは、パラメータ、事前分布やコスト関数を自由に調整できるため、どんなデータでも事後的に説明できてしまう、反証不可能である、と強く批判した論文。スクリプト内の精度による言い訳の議論と直結。視覚系における非対抑制の証拠を評価する。予測通りの刺激は反応が減る非対抑制
という PC の定説をレビュー。実際には注意や単なる順応、反復抑制の効果が混ざっており、純粋な期待抑制の証拠は限定的であると指摘。予測誤差と反復抑制は、視覚情報の神経表彰に対して異なる効果を持つ。脳の反応低下は、予測できたから予測誤差の減少なのか、飽きたから反復抑制なのかを実験的に分離。予測と繰り返しは異なるメカニズムであることを示し、PC の単純な解釈に修正を迫る。ダークルーム問題。予測誤差を最小化したいなら、真っ暗な部屋に引きこもるのが最適解ではないかという有名な思考実験を用い、予測処理理論の動機づけに関する欠陥を指摘。好奇心に満ちた推論ダークルーム問題に対するサンとファイアーストーンへの回答。ダークルーム問題への応答。長期的なスパンで見れば、暗室に泊まることは、上、などの驚き、誤差を招くため、能動的に情報を探索、好奇心する方が期待自由エネルギーを下げられる。と反論を展開。精神病の予測符号化理論を検証するための総特異的ニューロイメージングの可能性。予測符号化モデルは特定の必須層、レイヤーで予測信号と誤差信号が分かれている。そういう具体的な構造を仮定している。高解像度 fMRI を用いてこれを測定することで、理論をより厳密に検証できる可能性を論じた。ご視聴ありがとうございました。